2日目の行程はチューリヒ空港からスタートします。まずは絵画のような街古都ルツェルンを経由します。1時間ほど滞在した後、インターラーケンオストへ向かうのですが、災害のためメイリンゲンからインターラーケンオストは連絡バスで向かいます。インターラーケンオストからはベルナーオーバーランド鉄道に乗ってグリンデルワルドへ。グリンデルワルドからはバスで10分ほど登ったところにある憧れのシャレーに宿泊ということで、2日目はほぼ移動の日となります。空港のコープ25で買ったこれらの商品を電車の中での昼食にしたいと思います。チューリヒ空港からチューリヒ中央駅まで特急で約11分です。バリアフリー仕様ではないので、スーツケースを持っての乗降はちょっと一苦労します。この IC ですが、なんとチューリヒ中央駅の地下のホームに停車しました。チューリヒ中央駅の大きさがこの時点で伺えますね。 IC はインターシティといって、日本でいうと特急電車みたいなものです。それでは地上に向かいましょう。地上に出ると同じホームにルツェルン行きの電車が止まっていました。旅行者に優しい連絡ですね。さあ、ここのどっかに乗ろう。ルツェルン行きの電車はこの左側の電車になります。2階建てで景色も良さそうですね。スイスの景色のせいなのか、電車のチケットがめちゃくちゃ高いんですよ。普通に買ったらとんでもないことになるので、何かのパスを購入するのがマストです。今回滞在日数が長いので、ちょび旅では1ヶ月間電車の運賃が半額になるスイスハーフフェアカードとベルナーオーバーランドパス6日間を購入しました。この電車はルツェルンが終点なのでちょっと気が楽です。車内検察は人数分のハーフフェアカードと人数分のベルナーオーバーランドパスの QR コードを見せます。なので QR コードのスクリーンショットを保存しておくとスムーズで早く検察が終わります。検察に問題なければ車掌さんもすごく優しいです。さあ、ルツェルンに到着しました。時間は12時51分。次の電車が14時6分なので約1時間ほど滞在時間があります。カペル橋や瀕死のライオン像を見に行こうと思い、スーツケースを預けようとロッカーを探したんですが全部空いてなくて、スーツケースを持ってカペル橋だけを見学しに行くことにしました。どこの駅でもそうでしたが、昼過ぎに来るとロッカーの空きはない可能性が大です。ルツェルン駅を出ると存在感があるアーチ状の建物が見えてきます。この下で待ち合わせなんておしゃれですね。カペル橋までは徒歩10分ほどなので、このままスーツケースを持って途中まで歩いていき、さすがにスーツケースを持って橋を渡るのは大変なので1人ずつ回ることにしました。14世紀後半に城壁の一部として建造され、ヨーロッパ最古の屋根付き木造橋と言われています。1993年になんと火事で大部分が焼失したのですが、
翌年にまた再建されました。20フラン、20スイスフラン。上を見上げると、内屋根にはスイス連邦とルツェルンの歴史が描かれています。なんと駅構内で無料のペプシを配っているではないですか。ありがたく飲ませていただきます。ペプシもらった。幸せ。救いのペプシもらいました。日本では別にもらわなくてもいいかなんて思ったりしますが、ここでは違います。絶対にもらいますよ。黄色い服の人はいろいろ教えてくれる人で、後ろの赤いネクタイのお兄さんは車掌さんです。14時6分の電車に乗る予定でしたが、なんでか少し早い電車がありまして、恐る恐るこの電車に乗ることにしました。パスなので自由に電車の時間を変えれるのも強みですね。1355、ちょっと早いよね。10分ぐらいね。26度ぐらいの気温だったので乾燥しているし、結構喉が渇くんですよね。先ほどもらったペプシを飲みながら、遅い昼食ですがコープで買ったパンを食べていきます。めっちゃ硬い。と思ったらまた車内検察が始まりました。慣れてくると QR コードを4回見せるのが結構めんどくさくなって、1個の QR コードにしてくれないかななんて思ったりします。そうそう、座席は一応指定することができて、指定した人がいるときはランプがついたりリザベーションなどの文字が出るので注意が必要です。チューリヒ空港からグリンデルワルドまではベルン経由が早いのですが、ルツェルン経由にするとルツェルンからインターラーケンの間は湖があり、また電車もこのように観光列車仕様になっていて、パノラマチックに景色を見ることができますね。また座席は進行方向右側がベストです。はい、メイリンゲン駅に到着です。通常運行だとメイリンゲン駅でスイッチバックし、進行方向逆向きに発車していくのですが、メイリンゲン駅からインターラーケンオストまでの区間が災害で通行止めになっているので、大体の連絡バスに乗っていきます。それではバスまで歩いていきましょう。今年は記録的な大豪雨で各地で災害が発生し、行けない地域も多数あるので、運行状況はよく確認しておかないといけません。ベンツの連接バスが止まっていますね。しかも EV って書いてあります。すごいな。前のバスは結構埋まっていたので、後ろの黄色いバスに乗ります。
スーツケースはこのお兄さんがさばいてくれました。大助かり。ガラガラ。暑い。暑いよ。暑いも何も待っている間ずっとエンジンカットしているのでエアコンがかからない状態です。いつ出発するかわからないのですごく長く感じました。このバスだけではなくインターラーケンオストからグリンデルワルドまでのベルナ・オーバーランド鉄道もエアコンではなく窓全開なので、夏の観光シーズンに来られる方は電動の扇風機やうちわや扇子などを持参した方がいいと思います。結局10分後の本来乗る電車の乗客たちも待って発車することになりました。走り出すとエアコンも効いて快適なんですけどね。このバスでは車内検察がなかったんですが、これはたまたまなのでちゃんと目的地までのチケットは買っておきましょう。さあ、ブリエンツ湖が見えてきました。この湖が見えてくるとインターラーケンオストも近いです。後で知ったのですが、この近くにあるロートホルン鉄道も災害のため運休となっています。行かれる際は必ずホームページなどで運行状況をチェックしましょう。はい、ということでインターラーケンオストに到着しました。オストとは東西南北の東です。ここは観光する際の拠点となるとても便利な街です。スーパーであるコープやミグロスの店舗もとても大きく、また飲食店もたくさんあって、次来た時はインターラーケンに泊まるだろうなと思いました。連絡バスもかなりかっ飛ばしていたので、本来乗る予定のグリンデルワルド行きの電車に間に合うことができました。ここのコープはコンビニ的役割の店舗となります。画面右側を進むと地下を通って反対側のホームに行ったり、船着き場にたどり着くことができます。ちょび旅は何も知らずに左の方向へ進んでいますと、ちょうどベルナーオーバーランド鉄道が入線してきました。この電車でグリンデルワルドに向かいます。この鉄道の注意点は、グリンデルワルド方面とラウターブルンネン方面に途中で分離するので、行き先をよく確かめて乗車するようにしましょう。グリンデルワルドターミナル駅を出ると、ザ・ノースフェイスで有名なアイガーが見えてきます。多くの登山家を魅了するアイガーの北壁は、北壁の部分だけで約1800メートルもあるというとんでもない山です。さあ、ようやくグリンデルワルド駅に到着しました。時間は16時40分。晴れててよかった。それが第一の感想ですね。グリンデルワルドの人口は約4000人で、観光客はなんと年間100万人訪れるそうです。低地部分には木造建築の山小屋、車霊がたくさん建っています。今回ちょび旅がエアビーで予約した宿も車霊でとても楽しみです。実はこの時バスターミナルが工事中で、この電車の左側をくるっと反対側に進んでいったところに臨時のバス停があります。最初これが分からなくてですね、バスどっから乗るんだろうとかなり探しました。
最終的にはこのまま歩いていって一つ先のバス停から宿へ向かうことになります。この右側は駅舎ですね。ユングフラウヨッホへ行くならば、ここで事前に往復分のチケットを購入しておくのがいいと思います。ただ天気との兼ね合いもありますので、行けると判断した後購入するのがいいと思います。僕はあそこバスが来た。ここが本来のバスターミナルですね。なんかロータリーっぽいでしょうね。ロータリー。Friday's Wednesday. And then we have one day after the pass. We have, and then the day after the pass. 前方の茶色い建物の中にコープがあります。入ってまっすぐ行くとコンビニ的なコープがあり、階段で下に降りるとスーパーのコープがあります。薬局もあり、薬剤師さんもいらっしゃいますので、何か怪我をした場合でも安心です。左側のちらっと見えている山小屋がマムート・グリンデルワルト店です。それではいくつかの食材を購入して宿へ向かいたいと思います。この右下の階段を降りていくとスーパーのコープです。エレベーターでも降りれますよ。あ、来た。来た来た来た。I have Elna Orlando pass. Okay. 実はですね、ちゃんと券を持っていれば中ドアから乗車して構いません。降りるときも特に券を見せることなく中ドアから降りていいですよ。No. Okay. よし。よし。これはもたかろう。グリーンデルワールドクルーシー。わ、川の音も聞こえる。いいね。ほら。なぜか急に音声が悪くなったんですが、謝礼はもう目の前です。
バス停から1分もかからず見えました。このテラスのある白い部分が今回の宿です。結構広そうですね。通常はこの階段を登っていくんですが、今はスーツケースがあるので道路を歩いています。ただこの道路がですね、結構車通りが多いので注意して歩いていきましょよしよし。う。はい、ここ右ですね。部屋の入り方は事前にメールで届くセルフチェックインとなっています。開いた開いた。しかも抜けんし、抜けない。じゃあ開けた風で玄関入って、ちょっともうね、靴箱じゃないね。あ、洋服とかハンガー5本ぐらいある。タオルケット、毛布、バルコニー用の傘が置いてある。電気つけんと暗いね。こっちが、うん、ここを使うね。外出てみる？なんか書いてある。Please free the insect screen door。網戸のこと。わあ、ちょっとこれ座れるよ。あ、愛が見えるね。うん。よかったね。寝室。寝室もなんかちょっとハンガーっぽいのがあって。かわいい。ボックス。わ、木やね。完全に木の匂いがする。エアコンないし。本当？ね。でもなんかね、ヒヤってしたよ。そう。いらんとよ。空調じゃないの。涼しいんだ。洗面所。全部電気系が中に入ってあるんよね。で、ちょっとここ段差があるけん、つまずく可能性がある。トイレも置かれてた。トイレも中がいな。中にある。お城ってはじゃないけどね。こんな感じ。ドライヤーはあります。もうこれはもうしゃあないね。シャワーは浴びれるだけに。洗濯機がある。え、ある？嘘？これ。ほんとやん。乾燥機？キッチンがなかなか使えそうやね。わあ、なんかコーヒーメーカーみたいなのがある。で、コンロがなんか4つっぽいね。で、レンジあるし、トーストもある。で、わあ、揃ってる。なんかいっぱいある。ワイングラスあるよ。わお。で、これはプールフェン needed press to stop。なんか換気扇になった。調味料、爪楊枝もある。サラダボウルみたいなのもあるね。なんかサラダの水切りみたいなのもあるし、これは湯沸かし器。
でこれは生入ってない。でここは消火器とか暖房のあるね。これね。でこれがDear guest, use the washing machine and tumble dryer are not included to use. That was out of order. 使えんって書いてあるね。あ、そうなの。うん。Thank you for your understanding. 使えないんだ。でも電源入ったりしてね。わからんけど。下は見た？食洗機があると思うけど、どっかに。これはこれ何？これわからんね。ゴミ箱。うん。鍋。フライパンもあるね。大小うん。うわ。は大きい。中華ができそう。うん。何これ？洗剤ではない。何やろうか。油？うん、オリーブオイルかな。なんか開いてやるやつが怖いね。うん。意識あるなんか。すごい。あかんね。開けて全部いいかな。これはオーブン？これ。オーブンみたい。タンドリーチキンじゃないけど。こんなもんか。あ、冷蔵庫。でかっ。広いね。冷蔵庫、冷凍。うん。うわ、冷蔵広。直しとこう。買ってきたもの。そうね。わあ。なんかマップがある。マップが置いてある。綺麗な。こんなね。今日はこんな感じで軽く食べます。じゃあ、いただきます。どうぞ。乾杯。乾杯。うわ、愛が乾杯。愛が見える。うわ、すごいね。うまい。